皆様こんにちは。ただいまより山形創造都市国際会議2025を始めます。私本日の進行を務めます山形ドキュメンタリーフィルムライブラリー調査員の石原佳恵と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。また本日の通訳は川添頼子さんと重本明子さんにお願いしております。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。2004年に発足しましたユネスコ創造都市ネットワークといいますのは、クラフト&フォークアート、デザイン、映画、食文化、文学、メディアアート、そして音楽の7分野を対象に創造性や文化の多様性を持続可能な都市の発展につなげることを目指しています。ここ山形市は2017年に映画分野でネットワークに加盟し、以降国内外の関係者の皆様をお招きして国際会議を開催してきました。今回はテーマを我が町の映画資料ユネスコ世界視聴覚遺産の日を祝してといたしまして、映画分野で加盟している韓国のプサン市、その姉妹都市である福岡市、日本で最も早い時期に公共の視聴覚ライブラリーを設立した広島市、そして音楽分野で加盟している浜松市から4名の素晴らしいゲストをお迎えしています。映画資料を収集保存する機能を持っている町の魅力、そしてそのような町が連携を深めることでどのような効果が期待できるのか議論を深めてまいりたいと思います。なおユネスコの重要な取り組みとしてもう一つ、10月27日世界視聴覚遺産の日という記念日がございます。1980年にユネスコが動的映像の保護及び保存に関する勧告というものを採択してから25年という節目を祝いまして、2005年に制定されたこの記念日、その日にはこれまで20年の間世界中でさまざまなイベントが行われてきました。ここ山形においてこの記念日の関連イベントを開催するのは本日が初めてとなります。第1部ではゲストの皆様に各都市の状況をご紹介いただきますが、その前に少しお時間をいただきまして私から山形市の事例をお話しします。山形市が2017年に映画分野で創造都市に加盟を認められた際は1989年に始まった、皆さんご存知の山形国際ドキュメンタリー映画祭はもちろんのこと、市民の出資で誕生した映画館フォーラムの存在ですとか、東北芸術工科大学など、映画を学ぶ環境を有していること、それが大きな決め手となりました。映画といえばまずは映画を作る人、作り手の皆様、そして上映者の皆様の存在が欠かせませんが、一方で映画を集めて保存するという領域はなかなか注目されることがありません。その魅力を一般の方に伝える機会も限られています。しかし映画祭が始まって36年という長い歴史を通して山形にも多くの資料が蓄積されてきました。その蓄積は市民の財産となり、また映画祭の継続を支える力にもなっています。そして今後の創造都市としての発展にも重要に生かせるのではないでしょうか。それら資料は映画祭発足の5年後1994年に開館した山形ドキュメンタリーフィルムライブラリーに保管されています。また映画祭には2007年から続いている山形と映画というプログラムがございます。今年も盛りだくさんの内容で、皆様のお手元にもこちらのチラシが渡っているかと思うんですけれども、青いチラシですね。国内外から
山形を訪れる観客の皆様に山形の映画文化の豊かさを紹介する場となっています。また裁縫山形クラシックスという、過去の映画祭の出品作品をデジタル化して改めて上映するという試みも、今回から始まりました。そちらもブルーの、B5 のチラシですね。こちらぜひご覧になってください。とはいえ山形のフィルムライブラリーには課題もたくさん残されています。そこで、あらゆる地域の取り組みや、専門家の皆様がどのようなお考えを持っていらっしゃるのか、そういったところが気になるところなんですが、ここ山形のフィルムライブラリーの参考になるヒントを得られるのではないかとも、本日のイベントに期待をしております。ということで、お待たせいたしましたが、ここからはプサン、福岡、広島、そして浜松からお招きしました、専門家の皆様に映画資料の収集、保存、そして活用に関する日頃の取り組みを具体的に伺っていきたいと思います。それでは最初のゲストをご紹介します。まず最初にご報告いただくのはプサンシネマセンタープサンアジアフィルムアーカイブの、フィルムアーカイブマネージャーシン・ソンウさんです。シンさん、よろしくお願いします。初めて山形にいらしてくださったということですが、昨日は新幹線の遅延などもありまして、大変長い時間をかけていらしていただいたんですけれども、ようこそお越しくださいました。プサン国際映画祭、皆さんもご存知だと思うんですけれども、プサンの映画祭行ったことあるっていう方いらっしゃいますかね。お一人ですかね。でもきっとその名称は知れ渡っていると思うんですけれども、アジア最大の映画祭として山形のこの映画祭のなんと10倍の来場者数を誇る映画祭ですが、そこにフィルムアーカイブもあるということは意外と知られていないかもしれません。それではシン・ソンウさん、よろしくお願いします。I'll be sitting. Hello, everyone. My name is Shin Sung-eun, and thank you for inviting me to the Yamagata International Documentary Film Festival. I work at the Busan Cinema Center as a film archivist and a program coordinator. I'm especially honored to be here with the fellow archivists working with regional film archives. And today I'd like to introduce the Busan and Busan Cinema Center and the Busan Asia Film Archive. Busan is a port city located on the southeastern coast of South Korea with a population of about 3.4 million and an area of 770 square kilometers. And it is the second largest after Seoul and one of the most densely populated cities in Korea. A global maritime and cultural hub blending urban, coastal, and mountain landscapes. I don't know you heard about the Busan International Film Festival. Since the Busan Film Festival was launched in 1996, the city has evolved in Korea's leading center for film industry, education, preservation, and policy. And key institutions include Busan Cinema Center, Busan Asia Film Archive, Busan Film Festival. There is a Busan Film Commission and Korean Film Council and Korea Media Rating Board headquartered in Busan. And there's also universities, Dongseok, Gyeongsang, Busan University all offer specialized film and media programs. Together, these institutions form the comprehensive film ecosystem connecting production, education, and policy. And in 2014, Busan was designated a UNESCO Creative City of Film, recognizing its identity as a city where festival, industry, preservation, and creativity coexist. And
the third one is about the Busan Cinema Center. And Busan Cinema Center is a core facility of Busan's vision as a city of film. The first Busan Film Festival was in 1996, was held without a permanent venue using temporary theaters and the uncovered open space of Youth Stadium. As the festival grew rapidly, the need for dedicated and permanent venue became clear. In response, Busan City initiated the construction of the Busan Cinema Center as part of sustainable film city infrastructure. Alongside the Busan Film Commission, film schools, and media clusters, it was envisioned as a symbolic hub, a year-round public cultural complex rather than just a festival venue. Construction began in 2008, and the center opened in September 29, 2011, covering 54,000 square meters and featuring the world's largest cantilever roof. It now operates as a public foundation under Busan Metropolitan City Government, serving as the home of the Cinematheque, Busan Asia Film Archive, library, and cinema academy, and functions as a central hub of Busan film culture. So this is the Busan Cinema Center, the main venue of the Busan International Film Festival. And the largest structure you see here is cantilever roof, which allows us to host outdoor screenings regardless of the most of weather conditions. But to be honest, it's not completely weatherproof. The roof keeps out of the rain, but not always the wind. Still, thanks to the big roof, we can hold outdoor screenings and events on most days of throughout the year. Inside the building, there is 4 dedicated theaters, all equipped and professional screenings. Beyond the Busan Film Festival, Cinema Center hosts film screenings and performances and open-air events year-round. And the photo at the top shows the outdoor screenings venue at the Youth Stadium in 1997. During the early years of the Busan Film Festival, the temporary screening and the seating were set up on the open space. The photo below shows the outdoor theater of Busan Cinema Center, was opened in 2011. Thanks to the big cantilever roof, outdoor screening can now continue even when it rains. And so far, I've talked about the relationship between Busan Cinema Center and Busan Film Festival. Many people assume they are same organization, but they are actually independent institutions. The Busan Cinema Center was established as a result of the festival's success, but today it operates independently, maintaining a close partnership with the festival. Both are supported by the city of Busan, yet their legal statutes are different. Busan Cinema Center is public institution, while Busan Film Festival is non-profit foundation. And Cinematheque Busan and Busan Asia Film Archive were originally operated under Busan Film Festival, but since the opening of the Busan Cinema Center, they have been relocated to the integrated here in Busan Cinema Center. Within the Busan Cinema Center, Cinematheque and Film Archive continue to serve the public through the classic and art film screenings, film education, and film archival activities. And in 2018, Busan Asia Film Archive became associate member of PIAP, joining the global network of the film preservation institutions. And this article was featured in the PIAP Bulletin Online in 2018, announcing our Film Archive's admission as associate member of the PIAP. And let me briefly introduce the organizational structure of the Busan Cinema Center. As a public foundation under the city of the Busan Cinema Center operates as a non-profit cultural institution. Each year, we receive financial support from the Busan Metropolitan Government, and together with our own revenues, we operate within an annual budget about 15 billion Korean won and approximately 1.65 billion Japanese yen.
of which around 45% is allocated to personal expenses. And organization has about 150 full-time employees and composed of three main divisions: film and performing arts division and administration divisions. And I belong to film division, which includes the Cinematheque and Creative City of Film Office and film library and theater operation teams. The number after the Cinematheque library is the number of the staff members, and film division's members are 58 staff members. And within the Cinematheque team, I'm in charge of the managing film archive. And yes, within the Cinematheque team, I'm in charge of managing film archive, and I am the sole archivist responsible for this work. But in addition, there are 5 program coordinators and 1 subtitle specialist and 3 staff members of who manage international co-hosted film festivals, such as Swedish Film Festival or Arab Film Festivals. And other colleagues are responsible for their archive's core functions, including screening, education, and access service. The film library is operated by 12 staff members, and the theater operation team consists with the 26 staffs, including 7 certified professional projectionists. In Korea, projectionists are required to hold national certification, and all of our projectionists are officially licensed. But screenings at multiplex theaters, they do not require certified projectionists. The annual operating budget for the film archive itself is about 50 million won, around 5 million Japanese yen. It covers key activities such as rights acquisition and vault management and digital asset management, and the film archive's budget represents roughly 0.3% of Cinema Center's total annual budget, and it's about 4% of the Cinematheque team's yearly budget. So this is the Busan Asia Film Archive. There are film inspection benches and the film cleaners for checking celluloid film materials, and we inspect the condition of films under the preservation and perform pre-screening checks before public screenings. And storage vault is located on the basement floor, covering 95 square meters, and currently hold about 500 celluloid film reels. The vault is maintained at temperature of 20 Celsius degree and humidity of 40%. And our archive's name is Busan Asia Film Archive, and so our archive mainly focuses on Busan and Asian cinema. Films are categorized by source and format, and we collect films through the donations and purchase, including notable Japanese classics like Naruse Mikio and Masumura Yasujo. The Naruse Mikio collection has been circulated in screening programs across Korea and was recognized for contributing to the rediscovery of the Naruse Mikio's work. And the BIF Busan Film Festival collection preserves selected works from the sections called New Current and a window on Asian cinema. In addition to film materials preserved in the vault, Busan Asia Film Archive's collection includes resources that are easily accessible through its public library. A unique feature of the Busan Asia Film Archive is systematic collection of official screeners from Busan Film Festival. Through the submission regulation, Film Archive collects screeners and add Korean subtitle, allowing local citizens to access and revisit film more easily.
This enabled the public to re-watch international film festivals titles that would otherwise be difficult to access after the festival ends. In this way, Busan Asia Film Archive prefers the archiving and access functions that a film festival itself cannot perform, establishing Busan as a regional film archive city and in its own right. The library also operates the Busan branch of the Korean Film Archive, providing ongoing access and Korean classic films and related materials through this streaming. It includes DVD and Blu-ray viewing rooms, as well as the collection of film-related books and vinyl soundtracks available for reference. And this is the what UNESCO Creative Cities of Film teams doing. They are doing the program of the Making Village Movies, a citizen participatory storytelling and archival program, and documents local life and memories through the film. And also they held film festival, Busan Intercity Residency and Film Festival, and collaborative works by local and international creators. And also they are doing the projects like a cross-cultural exchange initiatives that enhance the value of regional audiovisual heritage. The UNESCO Creative City of Film team leads this project, promoting Busan's film-related events on a global stage and encouraging active participation for local citizens through the community-based program and festivals. The UNESCO Creative City of Film team receives an annual budget separately from the Busan Metropolitan City government. And this is the current challenges of the Busan Asia Film Archive and Busan Cinema Center. The operational policy of Busan Cinema Center often changes according to the direction of the city government. Recently, we have been instructed to reduce cinematheque screenings and increase commercial films and international co-host festivals, mainly to align to Busan's global event strategy, such as hosting World Expo-related cultural programs. As a result, the number of cinematheque programs has decreased from about 12 programs per year to 5 programs per year, limiting citizens' opportunities to experience classic cinema and engage in film literacy education. There is also lack of a dedicated budget for film preservation and collection, although the leadership recognizes the importance of the cinematheque and film archive. Funding is often prioritized for large-scale public events rather than archival preservation. We also need digital preservation equipment, but recurring budget shortage make it difficult to purchase and maintain such systems. Busan Asia Film Archive is still modest and in its capacity. Despite limited resources, we continue to preserve local cinematic memory through the small, steady efforts. We believe that archiving and access are not our grand goals, but quietly we can practice sustained every day, together with the citizens of Busan, and we will keep archiving and preserving films within our means, and we hope to remain connected with the fellow film archives who share this ongoing responsibility. And if you have any questions and would like to discuss further collaboration, you can reach me to this email address. Thank you for listening. シンさんありがとうございました。私プサンにいたことが一度もないので知らないことばかりだったんですが、全体としてはかなり大きな規模の組織ではありますけれども、とはいえ人員の構成なども詳しく教えていただいて大変参考になったんですけれども、フィルムアーカイブの部門の予算は決してそこまで大きくないということと、フィルムアーキビストとして勤務されているのはシンさんお一人ということでしたので、基本的な業務は
山形のフィルムライブラリーとも重なるところがありましたし、最後に教えていただいた課題の部分では国内の方も同じように感じられたところもあったのではないでしょうか。そういったことも後ほどお尋ねできたらと思います。続いては福岡市総合図書館文学映像科の、映像管理員、フィルムアーキビストの松本啓二さんです。松本さん、よろしくお願いします。山形にいらっしゃるのが33年ぶりということなんですけれど、33年前はこの映画祭で映写技師をされていたと伺っています。地理的には福岡と釜山は200キロくらいの距離ということで近いんですけど、福岡と山形となると、随分遠いので、松本さんも昨日新幹線が遅れて大変だったことと思います。その福岡の松本さんのご職場は日本を代表するフィルムアーカイブの一つで、審査のお話にもありました、国際フィルムアーカイブ連盟フィアフという、非常に権威ある1938年設立の長い歴史を持つ国際組織の、メンバーでもあります。私も日頃から福岡の事例を大いに参考にさせていただいてます。それでは松本さん、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。10分という持ち時間なんで多分最後までいかないんだなと思ってますけど、私映像管理員っていう職種です。でそれと他に学芸員が総合図書館におります。要はキュレーター学芸員とは別にフィルムアーキビストを正職員として採用するっていうことを福岡市はしたわけです。で映像管理員っていうのは福岡市がフィルムアーキビストを日本語にしたらこういうもんだろうっていうことで、つけた名前であって、で私が採用されたということ。それから96年、こういう立派な建物なんですけど、町の中心地にはないんですね。福岡って博多とか天神とかが中心地なんですけど、そこから多分ねバスで40分ぐらい離れた場所にあります、この図書館。百道浜っていう、ちょっとしたリゾート的な場所があるんですけど、海水浴場があって海辺なんですけど、そこにポツンって立っている図書館の中に我々のアーカイブがあります。福岡市と、映画との関係性というものを、簡単に本当にざくって説明しますと、1991年にアジアフォーカス福岡国際映画祭というものが開催されます。ディレクターが佐藤忠夫さんです。映画祭としてはそんなに大きな映画祭じゃないです。最初からですね、メインプログラムが25本ぐらいで、これは佐藤忠夫さんの考え方なんですけど、いろんな会場でいろんなプログラムがやってるっていうのが佐藤忠夫さんは嫌で、つまり1会場であるいは2会場程度で全部の作品、佐藤忠夫さんがセレクトした25作品を全部見れるとっていう映画祭のコンセプトでした。と同時にですね、そこで上映された映画をアーカイブしていこうっていう話が91年の段階で、計画に上がってます。でその後96年に福岡市総合図書館が開館して、私がその年に96年に着任したんですけど、やっぱり映画祭があって図書館アーカイブができましたっていう関係性上、僕が着任した時に思ったのは、やっぱり映画祭の下部組織的な出発だったと思います。ある意味親子関係で、ただ僕は、保存担当者として着任してますので、ここのアーカイブのテーマはやっぱり自立、ローカルアーカイブとして映画祭に依存するんじゃなくって自立するべきだということを考えて活動してました。
図書館ですから運営しているのは福岡市の公務員の事務方の公務員が管理しているわけですけど、学芸員含めてその自立すべきだというテーマが共有がなかなか難しいされてないですね。福岡市からはアジアフォーカス映画祭で上映された映画を保存しなさいよって言われてるだけなので、もうそんな勝手にアーカイブとして活動するっていう考え方がそもそもない状態でしたので、これはやっぱり何とかせないかんと思って、その最初に考えたのがFIAF国際フィルムアーカイブ連盟に加盟しようと。でこれは当時のフィルムセンター、今の国立アーカイブの大場主幹とか、関係者が後押ししてくれて、福岡のアーカイブはアジア映画を集めている以上国際的なアーカイブっていう顔があるので、やっぱり国際アーカイブ連盟フィルムアーカイブ連盟に加盟すべきなんじゃないかっていうのは国立映画アーカイブの方からも強く言われていました。ただ僕もそのためにかなり頑張ったんですけど、皆さんその福岡市の図書館の中の小さなアーカイブっていう認識なんで、FIAFに加盟するのに反対する方の方が多かった。そんなまさに大それたこと、国際連盟みたいなものに小さな図書館のアーカイブが加盟するなんて想像もできないって言われて、いやいやそうだけど皆さん福岡市で採用された地方公務員には過ぎないんだろうけど、でも我々はアジア映画を収蔵するっていうテーマがある以上国際的に活動しなきゃいけないんだよっていう話を一生懸命してFIAFに加盟したわけです。ところがですね、やっぱり映画祭に対するなんていうかな、依存っていうか親子関係っていうのはなかなか払拭できない。やっぱり映画祭があってアーカイブがあるっていうのはもうずっと続いていました。はい、FIAFに加盟してもその関係は変わらなかったですね。で2020年で映画祭が終わってしまうわけです。で映画祭が終わった、じゃあアーカイブどうするのかって言った時に、進む方向は2つしかないと思って、一つは映画祭と運命を共にする、映画祭が終わったんだからアーカイブも解体していこうっていう方向性、もう一つはアーカイブとして、映画祭が終わった今こそ自立しようと。映画祭がなくなって親が言ってみれば親がいなくなったわけだから嫌でも自立しなきゃいけないだろうっていう方向性ですごく危うい時期が 2,3 年あって、本当に頑張らないと映画祭と同じ運命になっちゃうよっていう時間が 1,2 年ありました。つまり終わらせる方にハンドルを切る人たちがたくさんいたわけですね。ところが我々中心に、いや今こそチャンスだと、映画祭が終わったから自分たちでやっていくんだっていう方向に、なんとか頑張ってハンドルを切ったで今があるということです。ちょっと長い話になってもそうなので、僕が最初に手がけた仕事っていうのが96年から97年にかけて地元のテレビ局から廃棄予定とされていた16フィルム約3000タイトルを受け入れるっていうことをやりました。これ大変でした。っていうのは新しくできたきれいな図書館の中に廃棄予定の16ミリフィルム3000タイトルを受け入れるっていうのは歓迎されません。余計なことしてくれるなと。まだですねアジア映画も開館当初は300タイトルぐらいしか収蔵できてませんから、その10倍にもなるテレビ局の映像を受け入れるっていうのは、しかもですねこれが寄贈であればいいんですけど、
テレビ局ってやっぱりスポンサーの関係があるので寄贈はできないと、寄託だと、預ける。でこれはもう、みんな反対されたんですけど、やっぱりアーカイブの僕は当時から自律的な活動ということを考えてたので、このテレビ局の3000タイトルの16ミリフィルムはいずれ必ず我々のアーカイブの宝物になるんだと。地域映像あるいは郷土映像という言い方を僕たちはしてますけど、郷土の映像をきちんと我々のアーカイブが評価しないと、ローカルアーカイブとしては自立できないと全然と思ったんで受け入れました。そのテレビ局がそのフィルムの廃棄をしようとしていた背景には、やっぱり一つはデジタルベーカムの普及というのがあって、16ミリフィルムをデジタルベーカムにテレシネしたものをデジタル原版、当時デジタル原版と呼んで、もう16ミリフィルムはいらないよねっていう時代が95年ぐらいにあったんですね。で、NHK の福岡放送局が94年かな、94年にはもうフィルムを廃棄してる。でそれに倣って民放の各局も、デジタルベーカムを原版としてフィルムは廃棄する。なんで廃棄するかっていうと、もう腐敗が進行したりとかですね、保管するのに場所が大変ある程度の広さのある保管場所が必要になったりとか、今テレビ局にとっては本当にフィルムっていうのは厄介者、長い間厄介者だったと思います。それがデジタルベーカムという、見た目すごくクリアできれいなものに置き換えることでフィルムを廃棄するという背景があったんですね。でそれを我々のアーカイブが、頑張って受け入れたっていう背景があります。で RKB 毎日放送の中にはですね、木村英文さんという、すごいドキュメンタリー作家がいて、2011年のここの山形の国際ドキュメンタリー映画祭でも回顧上映されてましたけど、その木村英文さんの主要作品のネガ原版、これも廃棄されそうになってたわけです。だから怖い時期が95年96年頃にあったと。これ多分福岡だけじゃなくて日本全国でテレビ局が持っていた16ミリフィルムっていうのが当時95、6年で廃棄されてると思います。実際福岡の場合はタイミングよくアーカイブができたので廃棄されずにアーカイブで救済できましたけど、他の地域アーカイブのない地域は当然廃棄されているんだろうと思います。でこの膨大な地域郷土映像ですけど、やっぱり郷土資料として位置づけようと。要は我々のアーカイブはアジアフォーカス映画祭で上映されたアジア映画を収蔵して保存していくっていうのがもう第一の目的なんですけど、その目的からは全く外れている郷土映像っていうものをやっぱりきちんと評価していきましょうっていう流れを作っていきました。これは宝物に将来なるんだよっていう、九州沖縄地区のさまざまな歴史的な出来事が映像として残ってるわけです。炭鉱閉山とか水俣病の映像というものが記録されている。だからこれはきちんと評価していかなきゃいけない。で先ほど言った2004年にフィアフに我々は加盟するんですけど、フィアフってなかなか加盟って難しいです。審査されて、アーカイブとしての活動からどういうコレクションがあるのか、含めて、国際的な基準に達しているかどうか審査されて加盟が可能になるんですけど、フィアフが一番評価したのは実は我々が収蔵しているアジア映画ではなくて、この
3000タイトル以上の地域映像、郷土映像を保存しているということがFIAFから高く評価されて、何度か加盟に至ったという、そういう経緯があります。他にもこれも地域映像で中山太郎さんという8ミリ作家で、8ミリのアマチュア作家の、世界では著名な方なんですが、8ミリ作品なので上映機会も少ないですし、あまり知られていないと。ただこれも我々のアーカイブが評価しないといかんだろうと、地域映像の一つとして評価していくっていうことを、やっぱりアーカイブの役割って収蔵している資料の資料価値を高めるっていうのが一番の役割だと僕は思っているので、それが活用にも結びついていくので、ちゃんと評価する、自分たちが持っている郷土映像をきちんと評価していくっていうのをやってます。でこの中山太郎さんの作品に関しては結構外で評価されていて、書いてありますように岐阜院文化記録映画祭であったりフィアフィルムフェスティバルでも上映されています。でその後やっぱり海外の研究者マーク・プレイヤーさんというイングランドの方がいるんですけども、調査研究されていて、ハーバード大学でその発表をしたりとかで、来年度にはその中山太郎の作品に英語字幕をつけて、シンガポールのアジアンフィルムアーカイブで公開しよう。要するに福岡市内だけでの評価だけじゃなくって世界デビューですね。福岡で個人でアマチュア作家として活動していた作品を世界に持っていくっていうところまで考えてます。あと、福岡は引き上げ港としては日本でも最大級の引き上げ港だったので、引き上げの映像を、入手したいということであって、でそれはもう GHQ が撮影した16ミリフィルムっていうのが米国の公文書館にたくさんあって、でそこからどうも取り寄せるしかないということで大変でした。膨大なリストの中からこれぞ引き上げだっていう映像にたどり着くまで外れをいっぱい引いて、イメージされている引き上げの映像って多分軍人さんがたくさん乗った船が港に入ってきてそこから降りていくっていう映像だと思うんですけど、それにぴったりイメージできるものと同じ映像っていうのが見つけるのが大変で、でもあったんです本当に。でそれを見つけた時はちょっと僕も感動しました。でそれの収蔵に至るまでにたくさん外れを引いてしまっているので一大コレクションになってしまったという結果的にっていうことですね。あと 9.5 ミリコレクションっていうのも戦前っていうよりも大正から昭和初期にかけての福岡の映像っていうのは、もちろんテレビ局ができるのは戦後1950年代なので、それ以前の映像っていうのは大きな事件や事故があったらニュース映画っていうことで残ってたりはするんでしょうけど、地域の映像っていうのは本当に個人で撮影したものでしか残ってない。でこれはものすごく貴重なもので、実は福岡市内の全ての民放で紹介してもらって、最終的には NHK でやると。で僕聞いたんです。こんな同じネタを使い回ししてて大丈夫なんですかって NHK に聞いたらですね、これはネタじゃないと。ニュース、事件や事故と同じぐらいのこの映像が発見されたこと自体がニュースなんだって言われました。要はそれぐらい貴重な映像だったと、地域にとってですね、福岡にとって本当に宝物です。あとそれからノンフィルムに関してなんですけど、我々ギャラリーがやっとできました。20年念願のFIAFに加盟した時にうちギャラリーが持ってなかったんで、
ノンフィルムの展示ができてないっていうのが少しネックになってたんですね。だからピアフの加盟要件を満たすためにはギャラリーが必要だと。それがね、今年の9月にやっと開設できました。念願かなって。でもう一つの念願がそこで展示しているのが4名の、福岡ゆかりの映画人、先ほど言った中山太郎さん、能間さんっていう郷土映画史家の人もいるんですけど、これは郷土の福岡の興行の歴史を研究されていた方の資料がたくさんうちにあります。あと西本忠さんっていう、ブルース・リーと仲のいい、カメラマン、あと伊藤隆さんはまだご存命ですけど、でこの4名ですけど、福岡では著名かって言ったら全然そうじゃなくって誰も知らないっていう4人なんですね。でも社会教育っていう意味ではこの4人の映画人を、紹介する必要がある。ただそれだけではやっぱり市民サービスとして弱いっていうふうに言われたので、宮崎駿や手塚治虫の原画やセル画も展示しています。宮崎駿はカリオストロの城の原画展示しています。これは市民サービス。あともう一つ念願だったのがスキャナーの導入で、これもようやく、今月10月1日に入りました。でもうこれも10年前ぐらいから導入してくれっていうふうにお願いしてたんですけど、やっと入ったんです。でその映画祭がなくなった後にアーカイブとして自立していくんだっていう方向性を教育委員会が認めてくれたっていう認識です。教育委員会の方も福岡フィルムアーカイブはこれから発展的に自立していくべきだと考えてくれていただいてですね、それで、ギャラリーができたりスキャナーを導入したりっていうふうに発展的に今進んでいる。問題はスタッフがいないっていうことです。今いるスタッフだけでやってるので、新しい若いスタッフを確保したい、あるいは育てたいっていうふうに今思っているところですね。以上です。松本さんありがとうございました。地域資料の価値を高く評価するのがアーキビストの仕事というご発言もありましたので、肝に銘じたいと思います。続いては、広島市映像文化ライブラリーの森宗敦子さんです。森宗さんは山形にお住まいだったこともありますし、現在広島のご職場では山形のフィルムライブラリー所蔵作品も上映をされています。そのような深い結びつきのある方ですので、本日のご発表も楽しみにしておりました。それではよろしくお願いします。広島から参りました森宗です。山形市には2014年に1年間住んでいました。また映画祭にもたびたび寄せさせていただきまして、本日登壇できて大変光栄です。それでは資料にも入ります。ただいま当館は移転作業の真っ最中でして、移転の地図をここに示しました。約2キロほどの距離の移転ということで、移転後は駅前の本当に駅前真正面の商業ビルの10階に入ります。で本日の構成はこのような内容になっております。なおこの図版ですけれども、今の当館周辺がある場所を空撮した写真で、上の方1945年8月の原爆投下で焦土となったあたりです。で実際今の当館は爆心地から約800メートルの距離にあります。で82年に開館しましたので、下の図の赤印のところが当館の位置です。それで自己紹介です。私は上映企画を中心に収集や保存に携わっております。広島に着任したのは昨年春です。地元新聞でのインタビューも受けました。着任早々でしたが、日本社会においては極めて珍しい職業であるという、実際先ほどプサンの方では非常にたくさんの人が雇われてましたけれども、国内のフィルムアーカイブ機関での正規職員は20人以下、非正規雇用も入れると約100人ぐらいというレベルの人しか今いませんので、フィルムアーキビストという存在自体が日本では非常にまだ認知がされていないっていった専門職でもあります。それで広島出身ではなくて、京都生まれで、
転職で東京、神戸、山形などにも住みました。で、国内の他のフィルムアーカイブ施設でも働いたことがあります。で、今日の発表は主に地域映像の上映事例をお話しいたします。で、まず施設概要のことなんですけれども、広島市による公立のフィルムアーカイブ施設ということで、82年に開館、日本初の地方自治体によるフィルムアーカイブ施設です。初期は広島市直営でしたが、2006年から指定管理者制による広島市文化財団が運営しています。広島市の所轄は、生涯学習科で図書館と公民館と同種の施設として分類されております。つまり文化振興課の博物館、美術館、文化財保存とそちらのカテゴリーには入っていない立場で当館が活動しております。今臨時休館中で、来年春に駅前で開館します。で、フィルム収集については日本映画名作を中心に35ミリフィルム約800タイトルを館内ホール上映用に所蔵しております。16ミリの文化映画約1800本を団体上映向けの館外貸し出し用に所蔵しております。上映はシネマテイク上映として館内1スクリーン169席で週5日間のペースで行っています。年間鑑賞者数は2024年度で2万3000人、上映1回あたり平均は約40名程度です。はい、収集方針です。広島市による施設ということなので、まず広島市にゆかりのある作品、また B の平和をテーマにした作品、こちらも原爆、被爆、戦争などです。で、特に原爆をテーマに取り上げている作品は約60本、60タイトルありまして、全体800タイトルのうちの約 7.5% にあたります。その他収集の大半はいわゆるシネマテイク上映で使っているということで、日本映画史上の名作です。でなお E のアニメーション映画史上の重要作というのはなぜかといいますと、広島市が広島国際アニメーション映画祭を主催している時期がありまして、映画祭以外の時期にも市民にアニメーションに親しんでもらおうということで、旧作アニメーションクラシックスなどを収集してきました。はい、で地域映像についてですけれども、実際当館ではシネマテイク上映のために収集作品を名作映画プロの作品に絞っておりまして、ノンプロフェッショナル作品の収集には消極的でした。でそのため地域映像ノンプロフェッショナルアマチュア作品は収集保存も少なく、上映などもしてこなかった。でその背景を考えますと、第一は外的要因ということで、市内の他の施設、特に原爆資料館などに当館開館前から、戦前の映像資料ですとか、そういったものが寄贈される傾向がすでにあり、当館への寄贈申し出自体がなかった。で第2は内的要因で、当館の基本性質がシネマテイクフィルムライブラリーで、あくまでプロの作った名作を市民に提供するっていう発想でしたので、その上映事業が中心ということもあるし、その地域映像を受け入れる体制業務というものが確立されていないという、そういった内部事情もあります。でしかし2024年に私が着任してから地域映像を徐々に取り扱いたいと思いまして、逆転の発想をして、収集保存からというよりもまず上映をしてから収集保存につなげるっていうことを考えていこうと思いました。はい、で具体的にやった事例ですけれども、広島エイトクラブという地元のアマチュア映像サークルがありまして、こちらは1958年に設立されて、8ミリ制作、現代ではビデオによる映像制作をしています。で最近でもアクティブに映像制作および上映会をされている方々です。で実際昨年度2024年にアマチュア映像作品で振り返る広島のスポーツというプログラムをやりまして、これは広島の地元のプロ野球の広島カープなど、そういった地元のプロスポーツを題材とした短編プログラムでした。でこれは満席で好評でした。でそれに気をよくしてといいますか、今年2025年は被爆80年で、当館は原爆や平和に関する名作映画を上映しまして、お手元の配布資料にあるチラシもあるような形なんですけれども、そういった中でプロの作品だけではなくて、そこに地元のアマチュア映像作家の方の作品のプログラムを入れようと思いまして、
地域ドキュメンタリーで振り返る被爆80年というプログラムを組みました。これに関して広報を積極的に行いまして、市政記者クラブで記者会見もしまして、テレビニュースや新聞などの報道も告知記事が出ました。で実際夏の今年の平和特集の上映をして名作映画がいっぱいあるけれども、それのゲストとかを呼んで記者発表とかするわけにいかないけれど、地元の作家さんだったら記者発表に出てくれるということがあったんで、むしろ積極的な広報にいいなと思ったわけです。はい、でこれの上映会の模様なんですけれども、実際にこの時の上映会をきっかけに当館への作品寄贈ということもしていただいて、ステージ上で贈呈式も行われました。この時は14本の原爆をテーマにした作品を寄贈いただいて、その中から厳選した4本のプログラムでした。で実際作品を撮ったご本人方にご登壇いただいてトークイベントも行いました。でアマチュアだからということではなくて、むしろ地元の方が撮ったなかなかマスコミ映像では流れないような多様な着眼点、またグラスルーツ的な取材ということで非常に興味深いドキュメンタリーでした。はい、こちらも満席でした。続いて事例の2つ目なんですけれども、広島生まれというタイトルの映画で、監督は斉波さんです。こちらは2025年3月に上映して満席になって、8月にもさらにアンコール上映をしました。この作品は大学院の修了制作作品で、大阪アジアン映画祭や東京ドキュメンタリー映画祭でも上映されました。で私が浜松の木下圭介記念館で、上映された時に見に行って、でちょっといい映画だったから広島でもぜひやりましょうということで上映したわけです。で監督の斉波さんは中国人のご両親のもと広島で生まれて、3歳の時にご一家で北京に帰国されて、成長後に東京に留学されたというプロフィールです。で実際作品の中身自体は親戚同様の付き合いをしている広島のとある居酒屋の一家の、日常を撮った、心の故郷としての広島というのを描いた作品です。はい、こちらは非常に反響が大きく、また満席っていうこともすごかったんですけど、知り合いとか関係者が集まったっていうこと以上にこの題名の広島生まれっていうインパクトが大きくてですね、で今までかつて広島生まれっていうタイトルの映画がありそうでなかったっていうことと、あと逆に広島生まれっていうのが日本の社会においてはある時期までに差別の対象といいますか、スティグマ的な意味合いもあった時期も確かにあったと。でそういったことの発想がなく、非常にポジティブな意味でいきなり広島生まれっていうことを堂々と打ち出した映画があったものですから、そういったインパクトもありました。で実際に、この上映とトークも地元の観客からも好評で、反響も大きく新聞で事後に報告記事も出たと。でこれは実際に地元で撮影された作品が地元の市民観客に温かく受け入れられたというふうなニュースとなりました。でここでちょっと地域映像資料と映画保存ということで考えてみますと、映画保存の 3C 原則ということで、コンテンツ、キャリア、コンテクストと3つの側面から保存するという考え方があるんですけれども、いわゆる地域映像アーカイブということで、今オンラインコンテンツとかでデジタル化された地域映像が見れたりしますけれども、それっていうのはむしろコンテンツだけが一人歩きしている状態なのではというふうにも考えられます。で当館としてはまずはコンテクストという面に着目しながら、上映をすることによって地域映像というそのものを中身のコンテンツだけだと、コンテンツはいくらでも置き換えられてしまう、あるいは当館がやらなくてもいいじゃないかって話にもなってしまう、そういったこともあるんで、何か置き換え不可能なものとしてのコンテクストっていうのは何だろうかというのを考えながらちょっと取り組んでみています。でそういった形で上映っていうふうな活動をしたり、あるいは上映で人が集まったり、そうやって候補が出ることによって提唱につながるのではないかというふうな考えです。はい、まとめです。で地域映像の上映の意義について3つの軸を考えてみました。第一にご当地上映会ということで、作り手と観客の当事者性、これは地元で作って地元で見るという意味では映像文化の地産地消というも言えます。第2に草の根的な地域映像ということで、大きな歴史という視点から小さな歴史というところへの転換も挙げられます。
これによって郷土史の掘り起こしということもできるかと思います。で特に広島の場合はその原爆被爆っていうのがちょっとナショナルヒストリーといいますか非常に大文字の歴史というふうに思われるがちなんで、それを逆に身近な歴史だったり、あるいはその原爆被爆ではない別の広島の側面について興味を持ってもらうということもできるかと思います。で第3に市民のエンパワーメントという面もあるかと思います。でこれは私もあんまり気が付いてなくて、広島生まれをやった時に来られたお客さんで実は広島に住んでてその中国のルーツもあったり、あるいは逆に中国から渡ってきて行き来しながら暮らしていて、その広島の市民として自分のアイデンティティ、あるいは広島の関係性っていうのをちょっと悩んでたところもあるけれど、この作品を見て非常に堂々と肯定されたような気がしたというふうに感想を言っていただいた方がいまして、そういった多文化共生、あるいはいろいろなマイノリティの方を市民社会に包摂するという意味でも意義深いと思います。でまた過去の歴史を映像で見せるということで世代間のギャップを埋めるというふうなポイントもあるかと思います。でこれら3つの軸によって目指すということが従来型のフィルムライブラリからやはりそれだとちょっと古い臭い映画をやっている年寄り向けの施設みたいな偏見というふうな時代遅れっていうふうなことも言われがちだったんですけれども、むしろシビックプライドの醸成の場、市民の方にとって誇れる街、あるいはこの街にこの施設があってよかったというふうに思ってもらえる場というふうに我が町の上映会を楽しんでいただくと。でつまりフィルムアーカイブとしての再構築を図ることでそれによって我が町の映画資料を収集保存する意義をまず市民の皆さんに理解共感を得ていくっていう、そこがまずは大事なのではないかと思っております。以上です。森宗さんありがとうございました。最後の方でご紹介いただいた 3C 原則というのが1990年代に提唱された原則なんですけれども、特にユネスコの視聴覚分野でさまざまなプログラムを推進されていたフィルムアーキビストが提唱した原則ということで、本日のテーマとも共鳴する概念をご紹介いただくことができました。他にもお聞きしたいことはたくさんあるんですけれども時間の都合もありますので最後のご発表者をお迎えしたいと思います。木下圭介記念館のアートコーディネーター稲垣千里さんです。稲垣さんどうぞよろしくお願いします。皆さんこんにちは、どうぞよろしくお願いします。木下圭介記念館と、浜松市鴨江アートセンターの稲垣と申します。はい。今日は活動体としての映像文化発信拠点へ木下圭介記念館の書道資料と教育普及的事例というタイトルをつけさせていただきました。こちらが本日の構成になります。木下圭介記念館の収蔵品を、とその活用を中心に鴨江アートセンターとの共同事業を紹介していく流れになります。まずはじめに、ちょっと自己紹介をさせていただきます。私イギリスの大学院で映画学を学んだ後に2020年頃に帰国しまして、その後国際芸術祭の現代美術展などに従事しておりました。2023年の4月から、今の木下圭介記念館と鴨江アートセンターに、勤務しております。こういった経歴ですので、映画とまた現代アートの、2つの専門を、横断しながら行き来しながら、上映や展示ワークショップの企画などをしております。で、本日発表の皆様はアーキビストという立ち位置で発表されていたかと思うんですけど、私はアートコーディネーターというタイトルが一応ついています。浜松市がですね、創造都市ネットワークに加盟しておりまして、ちょっとその話をさせていただきます。まず浜松市、静岡県浜松市は人口約76万人、面積がですね1500平方キロメートルで一応全国2位の大きさで、プサンの約2倍という
大きさの町になります。古くは遠州織物などの繊維業が盛んで、ヤマハ、カワイ、ローランドなどの楽器製造業、自動車のスズキが本社を構えるなど製造業が産業の基盤となっている町です。さらに、製造業が盛んなので、外国の移民の方、外国人の住民の方も非常に多くてですね、多文化共生事業の先進的事例を持つ町というふうになっています。で、浜松市は2014年にユネスコの創造ネットワーク音楽分野に、アジアの国として初めて加盟しました。で、音楽を中心にしながら、製造業の歴史のあるものづくりの町として創造都市浜松というのが、取り組まれているということになります。鴨江アートセンターの方がですね、この創造都市の、浜松が創造都市として発展するための環境整備として、立ち上がった、加盟の1年前に立ち上がった施設ということになっています。木下圭介記念館の説明に移ります。映画監督木下圭介の検証施設なんですけれども、木下監督は1912年に浜松市で生まれ、代表作にカルメン故郷に帰る、日本初のカラー映画ですけれども、二十四の瞳、奈良山節子などがあります。当館、生前の木下監督が、浜松市の別の施設浜松文芸館の初代名誉館長を務めたことから、監督の検証施設として、2001年に浜松駅前の複合施設に、開館しました。で、2009年には、現在の、こちらの建物ですけれども、浜松市指定有形文化財である、1930年に建てられた歴史的建造物旧浜松銀行協会内に、移転しています。館内には3つの展示室と、上映を行うホールなどがあります。毎月第3日曜日に木下圭介作品の上映会を行うほか、映画資料の展示、講演会などを実施しています。で、木下圭介記念館のお向かい、目の前の道が鴨江小路という道があるんですけれども、その道を挟んで向かい側に、鴨江アートセンターが立地しています。創造都市浜松のアートの拠点として、2013年に開館し、アーティストが、講師に迎えたワークショップ、アーティストの滞在制作事業、アーティスト・イン・レジデンス・プログラムなど、創造活動にまつわるさまざまな事業を、展開する地域に開かれたアートセンターになっています。で、両館は指定管理者制度を導入して運営されているんですけれども、2018年から浜松市が両館を一体的に運営することを決定し、プロポーザルでアートセンターが開館時から運営していた浜松創造都市協議会というところが、両館の指定管理者となりました。これを機会に、一体的に運営するにあたって鴨江アートスクエアという構想が立ち上がりました。で、これは両館が共同して、アートと映画などの各館の専門性を生かした活動を実施して、地域のクリエイティブな人々の地場になることにより、創造都市浜松の拠点として地域的な広がりが現れることを目指すというものになります。話を一度記念館の方に戻します。当館の収蔵品ですが、木下圭介の、監督の、旧蔵品と、あとは関係者やまた親族の方からの寄贈が主になります。で、ノンフィルムは脚本やスチール写真、パンフレットやポスターなどの、プレス資料などを主に収蔵しています。木下監督本人がセットで使っていた脚本は、一昨年と昨年デジタルアーカイブが、実現しました。
木下監督はですね、自分の監督作品を16ミリフィルムにコピーして所蔵していたんですけれども、当館でそのうちの29作品を所蔵しています。ただし損傷と劣化が進んでいるため利用不可というふうに長らく言われていまして、今年日本映像アーキビスト協会の方々に視察に来ていただく機会があったんですけれども、それ見ていただいた際には、2本だけ見ていただいたんですが、一部は修復可能ではないかという話もありました。今後の課題として修復に取り組めたらいいなというふうに考えています。で監督デビュー前の木下圭介が撮影した、1930年代の、戦前の浜松市内で撮影したホームムービーも、当館に残されています。残念ながらオリジナルのフィルムがないんですけれども、戦時中に空襲で浜松は焼け野原になっていますので、その前の、浜松での映像というのが、映っていて、貴重な地域の映像資料というふうにも位置づけられるというふうに思っています。当館で、実施している映像文化発信の事業ですが、上映プログラムとして月に、一度、第3日曜日ですねに開催する上映会では、半年ごとに6作品の特集を組んでいます。原則的に当館では木下監督の49の作品から選んで繰り返し上映するという形になりますので、この特集を組むことによって毎回異なる切り口で、映画を見ていただけるようにというふうにしています。で今年度後期は木下映画の常連である田中絹代の、出演作の特集上映を行うんですけれども、これは12月に田中絹代監督が映画監督として近年再評価されているので、その監督作品を上映することに向けてちょっと連動として、特集を組んでいます。でまた館内では、映画ポスターや脚本などの展示も行い、年に1回か2回、特別展示も行っています。でこのほか地域の偉人検証施設にとどまらず、映像文化の発信拠点として活動するためにさまざまな形で映像関連事業を行っています。最後というか木下圭介記念館が携わっている教育普及的事業の事例を、アートセンターとの協力で行っている、実施している、事業を紹介したいと思います。浜松市が2024年まで実施していた浜松市創造都市推進事業補助金というのがあったんですけれども、これが指定管理をしている浜松創造都市協議会として採択されまして、アートセンターと記念館両方の会場を使ってアートと、映画のテーマを共有する事業を行いました。2024年は浜松の創造都市のビジョンにも含まれている多文化やインクルーションをテーマにした、外国ルーツの、人たちが参加するアニメーションワークショップというのを開催しまして、ワークショップをアートセンターで、実施しまして、それに関連する、上映企画を記念館を会場に、実施しました。上映した作品は日本と外国両方にルーツのある3名の映像作家を選びまして特集上映を組み、ブラジル、朝鮮半島、中国の4作品を上映しました。でこの時に中国のルーツのある方ということで上映したのがさっきの蔡奈美さんの上映になります。2つ目の事例は記念館の資料を活用したアートセンター主催でのワークショップの開催です。今年の2月、効果音技術であるフォーリーの、アーティスト滝野真澄さんを講師として、お呼びした、効果音ワークショップというのを開催した際に、音をつける映像として、先ほど紹介した木下圭介のホームムービーを記念館から提供しました。これは8ミリで撮影してたもので、もともと音がないものだったので、ここに効果音をつけるというワークショップを行いました。
そうですね、先ほど説明した通り1930年代に、撮られたホームムービーですので、浜松の街中が、戦時中に焼け野原になってしまう前に撮影された地域の重要な歴史的映像資料として、この映像の普及をしていくということを一つの目的にしています。また現代の参加者がですね、ワークショップを通じてホームムービーというアマチュア映像に触れて、また町の歴史との対話の機会にもなればというふうな思いで企画しました。実際子どもや若年層の参加者が多かったので、木下監督を知らない世代に向けたアウトリーチ活動にもなったと思います。で最後に、当館ではカモヤアートセンターのアーティストインレジデンス事業とも、共同しています。レジデンス参加アーティストは制作期間中の入館料を無料としていて、作品発表会場としても記念館を利用できるように、提供しています。アーティストに記念館を開放することで、木下圭介の作品や資料がそれぞれの制作のインスピレーションとなるということが起きています。昨年開催した長島裕太さんの、展覧会では、木下監督の作品だとか記念館の場所性というものを意識したインスタレーション作品が発表されまして、展示会場と所蔵品から展示会場の提供と所蔵品からディレクターズチェアを、などの、愛用品、木下監督の愛用品を貸し出し協力をしました。でこうした活動の意義なんですけれども、まずは記念館の来場者数というのは毎年、年間3500名程度なんですけれども、アートセンターと、連携することによって木下監督のことを知らない人だとか日本映画にまだ触れないような、普段触れることがないような人たちに新しい客層にアプローチできていると思います。また当館はフィルムアーカイブとかそういうという施設ではないので、常にフィルムや資料を積極的に収集して多様な映画を上映するという、そういうことができる施設とはちょっと言えないですね、現状として。ただ木下監督の功績を伝えるというミッションを果たしながら、偉人検証施設にとどまらない、次世代の映像文化の発信拠点として、教育普及的な活動を通して、活動体というふうな形で、今後の方向性を作っていきたいなというふうに思っています。またそうした活動で集まった新しい視点から、日本映画だったりとか木下圭介監督の作品の再評価にもつながっていく、そういったサイクルができたらというふうに思っています。で、現状記念館の限られた予算の中ですと当館の持っている資料の保存とかさっき言ったフィルムの修復っていうことを進めることも非常に困難なんですけれども、アートセンターなどと連携したプログラムで、ワークショップなどを行うことによって映画資料への関心を高めて、そうしたことに参加してくれた人の中でさらに保存活動への機運を高める、そういったアドボカシーを行うことも、こういった活動の意義の一つだというふうに考えています。では発表を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。